ちょっと週末にかけて、個人的にも世界情勢的にも辛いことがちょっと多すぎて、数日前からアメリカとイスラエルがそのイランを攻撃して戦争が始まったわけなんですけど、とてつもなく辛いなと思っていて、なんていうか、私が30年というか、ガザの侵攻が始まってからはあまり自分の平和だと思っていた日々は簡単に悪い政治家の行動や決断で、そして言動ですぐ奪われてしまうものなんだなと思ってやるせなくなってました。私はもう戦争っていうものが世界大戦という単位では起きないと思って、なぜか信じて疑わずに生きていたんですけど、本当にそんなことは全くなくて、こういうふうにいつでも戦争はある日突然始まるんだなっていうふうにも思います。でもよく歴史を見てみたり情勢を見てみたりすると、ある日突然始まったのではなくて、私たちの政治、私たちの生きている世界の政治はいつからかほころびが始まっていて、その時々に止められなかった私たちの行動の結果がこれなんだなと改めて深く反省します。こういうことを言うといい子ぶってるなとか偽善者なんだなとか思われるのかもしれないんですけど、実際そうなのかもしれないですけど、言いたいことは国籍だとか性別だとか年齢だとか出身地だとか肌の色だとか髪の色だとか障害者だとか貧しいとか、そういうことにとらわれず、関係なく本当に世界の人たちが、自分も含めてみんなが温かいうちで温かいご飯を食べて、好きな人と笑い合って、時に喧嘩をして、そして何の心配もすることなく明日何食べようかなって思えるような、そんな世界であってほしいなと思ってしまうんです。おはようございます。火曜日、今日ひな祭りですね。全然元気じゃないけど仕事はあるので行かないといけないですね。じゃあまたね、バイバーイ。仕事終わったよー。疲れたー。というわけで、もうめっちゃ疲れましたので、おはようございます。今週は3日しか働かなくて良いというのに、全然嬉しくない。全然嬉しくない。仕事終わったよー。じゃあ、おはようございます。木曜日、今週最後の出勤日。でも本当ね、おかげさまで元気になってきました。よし、じゃあ、今日も行ってみよう。仕事終わりました。これで今週の労働はおしまいなので嬉しい。やったー。はい。じゃあ頑張ってもこれやっていきたいと思います。じゃあねー。でも隠れるの隠れるから難しくない？隠れるの？今猫砂のさ、こういうのなくてもうちはやってた。昨日やるの猫砂のゲージがないのか頻度がないのか捨てた。
客さんが来るから片付けた部屋がこんな感じです。いつもの倍綺麗な感じ。イエイこの綺麗さを保つために本当にお客さん毎日来てほしい。いや毎日は嘘、毎週来てほしい。本当に綺麗。うちマジで本当に最強。みんなパン好きじゃない？パンの顔になりたい。どのパンかに？いや発酵させたまだ焼く前のパン。今日も引き続きオンコールなので、うわ洗濯機を洗っています。洗濯機のトレーのところ、やばい、めっちゃカビてる。見せられないぐらいカビてる。やべえ。洗濯機ってさ、不思議だよね。綺麗に服を綺麗にするさ機械なのにめちゃめちゃカビるの何みたいな。いやわかるけどさ、綺麗にする機械ずっと綺麗であるんじゃないのかよみたいな自動洗浄機能とかないのかと思いませんか？どうして洗濯機をきれいにするっていう作業が必要なのかがわからない。わかるけどやばい、本当にめっちゃカビてる。カビだよ、カビ。さ、ちょっとぐらい汚かったらさ、動画で見せようと思ったけど動画で見せられないぐらい汚い。なんか家の見えない部分の掃除って怖いよね。換気扇の中とか。ちなみに換気扇の中全然掃除してないの怖いわ。正反対な君と僕のアニメを全部見終わってすごい幸せな気持ち嬉しい。で今日オンコールで行けなかったし、実はあったのも知らなかったんだけど、ロンドンで大規模な反戦デモがあったらしくて、すごい多くの方が参加されたみたいで、なんていうか最近なんて言うんだろうな、自分の生活もままならなくなるぐらい悲しいニュースばっかり飛び込んできて、本当に嫌だなと思ってたんだけど、すごいなんだろうな、もちろんまだ絶望の方が勝ってるんだけど、希望がないわけじゃないっていうのが最近は少し救いだなって思ってて、で、なんでこういう話を急にし始めた、私の中では急じゃないんだけど別にっていうと、なんか個人的にインスタとか見ててすごい悲しいなと思うのは、何も起きてないような風に人が日々を SNS に投稿していってるのが悲しくて、別に生活のことを投稿するのは悪だとか言ってるわけじゃないし、別に全然投稿するよね、それは自分の生活だもんっていう風に思うし、私のこの Vlog だってその自分の日々じゃんっていう感じなんだけど、その生活の合間にその誰かのというかどこかで不当に殺されている人がいるという現実と、私たちの生活が表裏一体なのだということをどっかで意識したいというか、でだからこそ同じ時を過ごしてて同じ世界にいるのだから、そして同じ人間で言葉を通じて分かり合えるはずの者同士なんだから、殺し合いではない形で物事を解決できないんだろうかっていうふうに思っている。で、その殺し合いではない平和的な対話でその解決できるんじゃないかっていう主張を多くの人がするべきなんじゃないかっていうふうに思うから、生活の合間にその表明をしていきたいなと思って。なんていうか、政治的なことを話す人と話さない人っていうのがいるんじゃなくて、みんなが政治的なっていうか、政治は生活で生活は政治なので、私は政治的なことを言う人ではないっていう風に自分で線引きするんじゃなくて、政治は勝手にあなたに影響してくるし、あなたの生活は政治によって影響されるのだから、あなたも政治には参加させられているのであって、あなたは政治に参加する義務があるっていうことをなんかもっとカジュアルに伝えられたらなっていうふうに思ったんですよ。なんかこれを見ている人がなんていうか、そういう考えの人がいるかどうかはわからないんだけど、私のチャンネルを見てる人で、なんかその自分は政治に対して何か言うべきじゃないとか、何かを
言うような人ではないとか、政治は政治家がやるもので一般市民がやるべきことではないとかさ、そういうことではない政治を代表してやってるのが政治家なだけで、政治はみんなやっているんだっていうことを言いたい。で、その代表者がまともなことをやってないんだったら、その代表者を糾弾する義務が私たちにはあるっていうのを言いたい。だから、私はこういう生活の、折々で、その政治のことについて話せる人でありたいし、話すことの方が健全だとさえ思っているので、なんかこうやって今後政治について自分の立場を普通に話していくと思う。普通というか、なんか別のトピックと同じように話していくと思う。あの俳優が好きだとか、このご飯が美味しいとか、この間遊びに行ったどこどこが良かったとか、この服、ここで買ったこの服は生地が薄かったとか、そういうのと同じ感じで、あの政党の言っていたことは良かったとか、あの国のこの、首相が言っていたことはすごく変だとか、そういう話を生活の一つのトピックとして普通にしていくチャンネルにしていきたいし、それによって、私のチャンネルの影響力はたかが知れてるかもしれませんが、ああしていいんだなとか、別に誰かと話さなくてもいいけど、たまにニュースをもうちょっと積極的に見てみようかなっていう風に思う人がいたら嬉しいというか、きっかけになればいいなって思います。そんな感じで生活についての話でした。おはようございます。日曜日ウィークエンドシフト行ってみよう。イエイ。よし。じゃあねー。仕事終わったようで、今日はこの後ご飯を食べに行く予定がございますので、その準備をしていきたいと思います。じゃあ、一旦